なぜこの慰安婦問題が突然っていうのはね、分かってなかったわけではないけれど、その最初の頃はこういう問題を出さないでくれと。出さないでくれということはどう言ったらいいんでしょうね、こういう話、例えば中国にしてもそうでしたけど、触れないでくれという部分があったんですよ。日本語から？いやいや、そうじゃなくて、韓国なりなんなりが、それは女性がこういうことをやったということが表沙汰になると、実際私、慰安婦の方、たくさんあって、直に何時間もお話ししましたけど、本当に韓国の中でも先祖のお墓に入れてもらえない、汚いもの扱い、そして本当にひどい目に遭ってるんですよ。そういう中でみんなに顔さらされたり名前が知れたりすること自体絶対嫌だったわけですよ。ただ途中から全体にこの例の国連の女性の10年っていうのがあって、女性の人権ということがクローズアップされて、そういうアングルから慰安婦問題はそういうアプローチで今度急にクローズアップしてきたというプロセスがあるんですね。だからそれはいいとして、私先ほどからアジア女性基金をやって、女性のこの慰安婦の人権って韓国の方もおっしゃる、帝大教が窓口になっておっしゃってるけど、私の経験では大変申し訳ないけれど、これは怒られることを覚悟で言うけれども、市民団体市民運動ですよね。この方たちはインテリで大変社会的地位もあり権力もあり、慰安婦の方たちのことを本当に思ってなんかいずに、慰安婦の方、私のこれは体験です。これは台湾もそうでしたけど、それを一つの盾にとって反日運動に利用している。つまりなぜかというと、直に聞くと、この方たちアジア女性基金のお金をいただきたい、それは彼女たちにとっても高齢になって貧しくてお金に色はついてないんだから大変ありがたく欲しいわけですよ。それを帝大教なんかがもらうなと。もらったらバッシングされて、韓国政府から出ているお金もストップする。これはもうみんなそれは事実です。それで私たちがしたことは、なぜアジア女性基金があまり日本でも知られてなく評価されなかったかというと、私たちはこのおばあさんたちって言うんだけど、慰安婦の方たちをなんとか傷つけずに、今すぐ亡くなる前にね、とにかく一刻も早く差し上げたいということで、私たちはもう我々の手柄はどうでもいいんだと、本当に引っ込んでやったんです。その方たちがバッシングされないのに名前も発表せず、何人ということをも言うとすぐ犯人探しが始まった。これは本当に体験です。我々が一番苦労したところです。だからそれはね、アジア女性基金をダメにしたのは日本側もあるけれども、韓国側のそういう市民運動家はおばあさんたちの人権よりはこれを利用したんですよ。キムさんどうぞ。